皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画はベイブレード X から UX ラインが登場したことによって僕の 3on3 デッキがどうなったか皆さんにお話ししていこうかと思っております。 UX ラインのベイブレードってそれぞれ超過激な個性を持って、世の中にローンチされたと思うんだが、その中でも特にこのベイブレード、ウィザードロッドがね、今環境ではスタミナタイプとしてめちゃめちゃ強いと。使い手に特別こだわりがないんであれば、もう誰もがね使うカスタムになったんじゃないかと思っております。今回 3on3 デッキを考えるにあたっては、これらの環境を主軸として構成してあります。なので僕の 3on3 デッキが皆さんの参考になれば嬉しいなと思っております。そんなわけでそれぞれ3つのベイブレードのカスタムを特徴をね一つ一つ皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。それではまず1機目、こちらになります。ウィザードロッド 960B。 これ定番、今最もスタミナタイプとして安定したベイブレードの構成になっているかと思います。安定的にスピンで1ポイント獲得するためのベイブレード。今まで BX ラインでは長らくこのヘルズサイズがこの地位を独占し続けておりましたが、いよいよその環境も変わってしまったと。今から特徴をお話ししていきます。まずブレードウィザードロッド、外重心で径が大きくまん丸形状となっております。ブレード側面もかなり滑らかなのでアタックの受け流しがかなりいいと。しかも重量がね 35g 台となっており、スタミナタイプとしては最重量級を記録しております。遠心力で粘れて重量もそこそこあり、丸い形状でアタックも通りづらいときたら、ほぼ弱点がないのかなと思っております。ラチェットが960。特徴としてはラチェットリングの突起部分がなだらかかつ厚みも薄くなってラチェットバーストするリスクが低いと。さらに後半姿勢を崩してもラチェットがなだらかなのでスタジアムを擦りにくくなっております。個人的にはね980でもありかなとは思っているんですけれども、今回はこちらの身長の低い960を採用しております。で最後はビットのボール。これはねスタミナ軸として最強クラスです。姿勢を崩しても最後まで回転する伸びがあるし、シュート後程よい動きで相手のアタックを回避する動きができます。そんな感じでベイブレード X では現在このウィザードロッドがスタミナ最強で間違いないと思っております。ただ一つネガティブポイントがあるとすれば、径が大きくなっていることによって前半アタックをねうまく回避していかないと的になりやすいのかなっていうふうに思っております。なので前半の攻撃をねうまく回避することだけできれば、ほぼその後はね勝てちゃうといった展開になっております。続いて2機目はこちら、フェニックスウィング 360R。 大人気フェニックスウィングでございます。今ねウィザードロッドの登場によって若干アタックが通りにくくなっちゃったかなっていうような印象です。とはいえ全く弾き飛ばせないわけではないし、その他多くのベイブレードに対しては変わらずアタックの性能を発揮すると思っております。ブレードは 38g の重量と3枚刃による弾き飛ばす性能で高得点を狙います。スタミナ系のベイであろうと強いアタックを何度もね受ければスタミナを削ってしまうと。でラチェットの360にすることで重心も整えやすく、ラッシュビットの10枚刃ギアでエクストリームダッシュのスピードを抑えたことで連続的なアタックが実現できます。今でもね重量としては 38g 台と、最高値となっておりまして、僕個人的にもこのフェニックスウィングはアタック運用が勝ち方としてもクールだし、一番しっくりくるんじゃないかなと思っております。そして最後にご紹介するカスタムがこちら、シャークエッジ 560A。 ここに来て僕の 3on3 デッキにシャークエッジが戻ってきました。おめでとうございます。いつもね僕の動画を視聴になられてる皆さんはそこねドランバスターじゃないのとかコバルトドレイクじゃないのとか、思われると思うんですけれども、僕もね結構迷走して、悩んでたどり着いた結果が、このシャークエッジだったと。やっぱりウィザードロッドに対しては中途半端なアタックは通らないし、まともなスタミナ勝負はかなり厳しいと。であれば、オーバーかバーストさせることに特化した、こちらのベイブレードを採用しました。まずはブレード。シャークエッジは急角度のアッパー刃で相手をすくって跳ね上げることに特化したブレードとなっており、低く当たることでラチェットバーストの可能性も狙えます。とにかく弾き飛ばす性能に優れていて高得点を狙うためのカスタムとなっております。
それからラチェットは560で身長を低くしつつ、新規パーツのアクセルビットで攻撃特化した構成です。アクセルビットの動きとしてギアが16枚刃になったことでエクストリームダッシュのスピードがより速くなったと。よって高速でスタジアムを暴れて動き回り相手にアタックを仕掛けられます。ポジティブなね事故を起こせば高得点を狙えるチャンスはあるんだが、ただネガティブポイントとしては逆に弾かれて自滅してしまうリスクが多い印象です。スタミナはねほぼ期待できないパーツ構成となっておりますので、飛ばしきれなくてもスピンで1ポイント失点ならまだマシかなっていうような感じになっております。このカスタム正直ね再現度が高いかと言われれば、ちょっと微妙な感じ、一言で表現するんであればハイリスクハイリターンなコンセプトかと僕は考えております。とはいえこの破壊力を持っていればどのベイブレードに対しても、勝ち筋っていうのは残っているし、あとはこのサメちゃんを信じてシュートするしかないっていうところだけだと思います。はい、今回は UX ラインが始まって初の 3on3 デッキ紹介をさせてもらったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりねこのウィザードロットがめちゃめちゃ強すぎる。なのでどうしてもここばかりに意識を割いてしまいがち。おそらく今の環境って、皆さんがね普段参加されている G3 大会だったり、あるいはね近くのお友達と遊んでいる時の流行りにもよると思うんですけども、例えば今ドランバスターが人気だったりとか、ウィザードロットがめちゃめちゃ強いとか、当たり前なんだけれども、適時ねその環境によってデッキを変えることも当然ありますので、アタックが流行っているんであれば、ディフェンス寄りのカスタムにしたりとか、そうやってね自分でいろいろ考えてみるのもね楽しいかなと思います。僕個人的にはねドラン系のアタックタイプが好きなので、デッキすべてねアタックタイプで構成して、派手なバトルで勝てたらいいなと、エンジョイしたいなと思っております。ぜひ皆さんもおすすめのカスタム、それからおすすめの 3on3 デッキなんかをコメント欄で共有していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルはですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、それからベイブレード X のシネマティックな映像表現、様々なね、ベイブレード X の映像表現やっておりますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。